ほら、見えてきた。あれが奈良公園だよね。そう、木が多くて気持ちがいいね。朝の空気もまだ涼しい。ホテルの朝食をたくさん食べたからちょうどいい散歩になりそう。たくさんという言い方では少し足りない気もするけれど。旅先の朝食は思い出の一部だから。便利な言葉を見つけたね。あ、鹿がいる。本当に普通に歩いている。道の向こうにもいるよ。思っていたよりずっと近いね。写真で見るより顔が優しいね。可愛いけれど野生の鹿だから急に近づかない方がいいよ。わかった。まず少し離れて見てみる。そのくらいがちょうどいいと思う。あの鹿、こちらを見ている。ミアのカバンではなくて手元を見ているのかも。まだ何も持っていないよ。鹿、せんべいを持っている人を探しているのかな。鹿、せんべい？どこで買えるの？入り口の近くに売っている場所があったよ。行こう。奈良に来たら一度はあげてみたい。一度と言いながらもうかなり楽しそうだね。あそこに売っている。これが鹿せんべいか？思ったより薄いね。鹿のために作られた特別なせんべいだよ。一束買ってみる。美咲も少し持つ？今は遠慮しておく。まずミアの様子を見守るよ。その言い方をされると少し不安になる。一枚ずつ落ち着いてあげれば大丈夫。では、最初の一枚。あの小さな鹿に。ミア、後ろ。いつの間にこんなに集まったの？鹿せんべいを見せた瞬間、四方から来たね。待って、順番にあげるから少しだけ離れて。私も手伝うよ。ミアは左側の鹿、私は右側の鹿を見よありがとう。では、左側の皆さんから一枚ずつどうぞ。う。せんべいを高く上げないでね。低い位置で一枚ずつ渡すといいよ。わかった。はい、どうぞ。次はこちらの鹿。上手だね。指を近づけすぎないように気をつけて。食べるのが早い。もう次の一枚を見ている。ほんとだ。目が合うと次もお願いと言っているみたい。そんな顔で見られたら断れないね。でも一等に続けてあげすぎないようにしよう。あ、またじぎのような動きをした。せんべいが欲しくて頭を下げているように見えるね。礼儀正しい鹿だね。私もお辞儀を返した方がいい？いいね。私も一緒に返そう。その後でゆっくりせんべいを渡そう。はい、どうぞ。これで3枚目。まだ後ろに2頭待っているよ。思った以上に人気者になってしまった。本当だね。今のミアは奈良公園で一番の人気者かもしれない。その言い方好き。もう少しだけ人気者でいたい。では私にも半分持たせて。2人なら落ち着いてあげられそう。もちろん。はい、美咲の分。ありがとう。私も人気者になれるかな。ほら、美咲のところにも来た。本当だ。思っていたより距離が近い。さっきまでとても落ち着いていたのに。落ち着いているつもりだけれど、近くで見ると少し緊張するね。大丈夫。今度は私が横で一緒に渡すよ。ありがとう。では一枚ずつ手伝ってくれる？もちろん、もう経験者だから。それは心強いね。では経験者のミアにお願いしよう。任せて。私たち2人ならきっと上手にできる。うん、今度は2人でゆっくりあげよう。あ、美咲の後ろにも来た。ちょっと待って。せんべいは順番にあげるから慌てないでね。私も手伝う。まずはこちらの鹿からにしよう。ありがとう。
急に囲まれるとやはり少し緊張するね。大丈夫。さっき美咲が教えてくれた通り1枚ずつ渡そう。うん、2人なら落ち着いてできそう。でも近くで見ると目がとても綺麗。うん、だからこそ驚かせないように静かに接したいね。せんべいは全部なくなった。鹿と過ごしていたら思ったより時間が経ったね。そうだね。そろそろ東大寺へ向かおう。参道もゆっくり歩いてみたい。公園の中にそんなに有名なお寺があるのが不思議。なら公園の周辺には東大寺や春日大社など歴史の長い場所が集まっているんだよ。しかもただ公園に住んでいるだけではないんだよね。うん、昔から神様の使いとして大切にされてきたと言われている。だから奈良の景色の一部として守られてきたんだ。そう、今も野生動物として適切な距離を保つことが大切だね。せんべい以外の食べ物をあげてはいけない理由も分かった。鹿の体を守るためにも決められたものだけにした方がいいね。可愛いと思うならこちらがルールを守らないと。今日のミヤは鹿との接し方をすぐに覚えたね。美咲と一緒だったから、次は私が旅の案内をしてみたい。楽しみにしている。まずは一緒に南大門を目指そう。見て、あれが南大門？そう、近くで見ると本当に大きいね。太い柱が屋根のずっと上まで続いている。見上げると首が痛くなりそう。今の南大門は鎌倉時代に再建された建物なんだって。それなら800年以上もここに立っているの？うん、1203年に門の中の像とともに完成したそうだよ。門の左右に立っているあの大きな像だね。すごい迫力。金剛力士像だね。口を開いている阿行と口を閉じている雲行がいるよ。ほんとだ。2体で門を守りながら違う表情をしている。どちらも高さは 8.4 メートルほどあるんだって。筋肉も服の動きも今にも動き出しそう。しかも運慶や海慶たちがわずか69日間で作ったと言われているよ。69日？こんなに大きな像を2体とも？多くの仏師が力を合わせて同時に作り進めたそうだよ。一人の天才だけではなくて、たくさんの技術と力が集まっているんだね。そう考えると力強さの中に人のつながりまで見えてくる気がする。さっきまで鹿に囲まれて笑っていたのに、ここでは自然に声が小さくなる。旅の面白さは一日の中でいろいろな気持ちに出会えることかもしれないね。南大門の先に見えるあの大きな建物が大仏殿？そう、今の建物は江戸時代に再建されたものだけれど、それでも世界最大級の木造建築なんだって。それでもということは昔はもっと大きかったの？うん、今の大仏殿は昔より横幅を小さくして再建されたそうだよ。今でも十分に大きいのに、昔の景色は想像だけでは追いつかないね。中に入ったらさらに大きさを感じそう。静かに見て回ろう。大きい。写真で見た時とは全然違う。高さはおよそ15メートルあるそうだよ。下から見上げると同じ場所にいるとは思えないほど大きく感じる。正式にはルシャナ仏と呼ばれて、知恵と慈悲の光で世界を照らす仏様とされているよ。光で照らすという意味を知ると、表情が少し優しく見えてくる。奈良で大仏の造立が本格的に始まったのは745年で、752年に開元供養が行われたそうだよ。7年ほどでこれほど大きな大仏を作ったの？当時は病気の流行や争いがあり、人々が穏やかに暮らせることを願って作られたんだって。ただ大きなものを作りたかったのではなくて、平和への願いがあったんだね。うん、
多くの人に協力を呼びかけて実現した大事業だったそうだよ。一人一人の小さな力が集まってこの大きさになったと思うと少し感動する。南大門の像も大仏も長い時間だけではなく多くの人の思いを残しているんだね。見上げていると自分の悩みが小さく感じる。昔の人たちの願いと同じ場所に立っているからそう感じるのかもしれないね。旅行に来てこんなに静かな気持ちになるとは思わなかった。私も、ミヤと一緒にこの景色を見られてよかった。私もだよ。鹿に囲まれて笑った時間も、ここで静かに見上げた時間も、どちらも忘れたくない。今日の奈良は賑やかな思い出と静かな思い出を両方くれたね。東大寺をゆっくり見て回っていたら、もう午後になったね。思ったより長くいたね。少し休んでから奈良公園の方へ戻ろうか。そうしよう。木陰で今日撮った写真も少し確認したい。木の下は涼しいね。風も気持ちがいい。たくさん歩いたから少し休むのにちょうどいいね。公園に戻ってからあの鹿がずっとこちらを見ているよ。そうだね。でももうせんべいはないから静かに見守ろう。本当にない？美咲、右手を見せて。これは帰りに1枚だけあげようと思って残しておいたの。なるほど。あの鹿が美咲の近くを離れない理由がわかった。私が右手に何か持っていることに気づいていたのかもしれないね。では、その1枚を渡したら、鹿せんべいは今度こそ全部なくなるね。わかった。はい、どうぞ。お辞儀をしたように見える。お礼を言っているのかな。そう思うことにしよう。奈良らしい優しい思い出になりそうだから。今日の奈良楽しかったね。そろそろホテルに戻る？そうだね。でもその前に1枚だけ2人で写真を撮ろう。いいね。今日の賑やかな時間も静かな時間もこの1枚に残したい。私も。では今日の最後の1枚。また一緒に来ようね。うん、今度は別の季節の奈良も歩いてみたい。そういえば明日はどこへ行くの？それはまだ秘密。ヒントは赤いものが山の上までずっと続いている場所。赤いもの？それだけでは全然わからない。もう一つヒントは？続きは明日の朝。歩きやすい靴だけ忘れないでね。